よろしくお願いいたします。今日はこの後ですね、中島先生の授業を徹底解剖というふうに、お伝えしたいと思うんですが、まずは中島先生とは何年生の授業を見せてくださるんでしょうかね。6年生の社会科の授業です。それではですね、ビデオを見ている前に中島先生から、実践のアウトラインについてスライドでご紹介いただけますか？はい。では今共有します。この後動画に入ると思うので、動画を見る前に、本時に至るまでの流れについて簡単に説明させていただきたいと思います。この授業の単元名は、私が見た日本の歴史ということで、本単元は6月から始まった歴史学習のまとめのような位置づけになっております。6月からの歴史学習は、私が見る日本の歴史という単元で全時代を通して、学習してきました。それぞれの時代ごとに、単元前半は、知識、技能を習得する時間、そして単元後半には、一人一人が自分のこだわりの視点を持って、発展的に、探求していくような、探求していく時間を取り学習してきました。本単元では、一人一人がこだわってきた視点を軸に、すべての時代を改めて俯瞰的に見つめ直して、自分なりの歴史グラフを作成することを成果物として、のゴールとして位置づけています。そして本単元においても、課題の設定、情報の収集、整理、分析、まとめ、表現の学習過程を一人一人が回しながら学んでいきました。簡単に、成果物についてちょっと話をするんですけども、この歴史グラフっていうものを子どもたちが、まとめて表現して更新し続けるようなところがゴールとなっています。で、この部分が歴史学習でこだわってきた視点で、その視点から見た度合いを自分で決めて、そしてその度合いの根拠っていうものを子どもたちが示していくようなものになります。本時は6時間単元のうちの5時間目にあたります。前時までの子どもの実態から本時はこのような学習過程を一人一人が自分の追求に合わせて決定して歩んでいっています。以上が本時に至るまでの流れになります。はい、中島先生ありがとうございました。争いを全員が調べたってことじゃないですよね。そうですね。そうですよね。はい。じゃあ、その様子、早速、ビデオで確認してみたいというふうに思います。一緒に見ながら、必要に応じて止めていきますので、中島先生にご解説をいただきたいと思います。はい、では1年間通して私が見る日本の歴史やってきましたよね。で、そこから皆さんは今、私が見た。だから1年間通して改めて、自分の視点で見てますよね。それを歴史グラフに今更新していると思います。今日も情報収集したり、整理分析したり、まとめ表現したりしながら、どんどん更新していってほしいなと思います。あそこに歴史グラフがありますので、この人にちょっと意見聞いてみたいなとか、目的を持って関わっていく姿を、見ていきたいなと思います。では、振り返り、11時50分から自分の席で振り返り始めていきたいと思います。根拠をもとに歴史グラフを更新していってほしいなと思う。だから、なんでその度合いにしたんって言われたら、しっかり答えられる自分でありたいですね。はい。では早速、始めていきましょう。はい、では始めていきましょう。どうぞ。中島先生、ここでいくつか質問していいですか？はい。ちょっとこの時点で私もちょっとびっくりするんですけども、ビデオはちょうど1分9秒のところで止まってますけど、実際の授業はもう1分9秒だったんですかね？そうですね。この後そのまま子供たちの追求は始まっていきました。これあれやりなさい。こういうテーマでやりなさいって話はしてますけど、こんな方法でやりなさいとか、あんなやり方でやりなさいっていう説明はほとんどないんですけど、子供はできるもんなんですかね？そうですね。子供たち日頃からこういういろいろな情報収集の手段を、身につけているので、必要感に合わせて選んで追求しています。
いろいろこう情報収集したり、整理したり、まとめたりするような、学び方って言ったらいいんでしょうかね。そういうスキルはかなり子供たちの中に身についてるという感じなんでしょうかね。はい。はい。じゃあちょっとビデオを進めてみたいと思います。ちょっとこの辺で止めてみましょうかね。この辺で。先生、一人で学ぶ子もいますし、みんなで話したりする子もいますし、みんなって言ってもかなりの人数で話す場合と、ペアみたいな風に話す場合があるんですけど、こういうのっていうのは、誰がどういう理由で決めてるんですかね。子供たち一人一人が、例えば同じ視点で追求している子供であったり、振り返りから、この人と関わってみたいなと思って関わって、一人一人が決めています。一人一人が決めてるっていうことですよね。で、もう一つちょっと言うと、よく共同っていうとね、班で一つのテーマを4、5人で追求するみたいなやり方だと思うんですけど、先ほど伺った通り、争いっていうのはある子供のテーマですよね。で、今回は皆さんどんなテーマそれぞれ持ってて、で、別々だから実は関わらなくてもいいんじゃないのかと思うのに関わることがあるわけですよね。そのあたり先生、どういう仕組みになってるんでしょうか？あります。例えば、服装で調べている子、あとは医療の発展度について調べている子、あるいは、男女平等について、追求している子、それぞれ一見したら、視点は違うように見えるんですけども、その中でも、女性のところで調べている子でも、そこから服装について絡めていって、女性の服装がどうだとか、それによって平等度が違うんじゃないかっていうふうにして、必要に合わせて情報収集しているような形になっています。なるほど。私も拝見させていただくと、やはり見方考え方が共通しているとかで、相手を決めてる子っているなとか思うんですよね。やっぱ多角的に調べたいって、別の人の立場で調べてる子がいるので、私もその自分が調べてる方の人の立場と比較してみたいとか、やっぱり見方考え方みたいなものが随分作用してるなっていう気もしました。じゃあちょっと進めてみたいと思いますね。だからもうちょっと上でもいいんじゃないかなと思ったんだよね。ちょっとそれも見直してみようかな。オッケー、ありがとう。見直してみる。いいよ。オッケー、ありがとう。ここでちょっと中島先生にご解説いただきたいんですけど、今テロップでも個人、共同、個人ってなってるじゃないですか。このあたりの流れについて中島先生ご解説いただけますか？まず一人一人が自分の視点で歴史グラフを作っているんですけども、先ほどのホワイトボードにも集まっていたと思うんですけど、仲間からそのシールがこうやって気になったところ貼られてるんですけど、なるほど、なるほど。はい。そこで気になったところをこうやって仲間に聞きながら、確かにここをもうちょっと、自分の中で更新しようかなって思ったら、その都度また個人に戻って、根拠を深めていったり、歴史グラフの度合いを変えていったりするような、個人、共同、個人。で、最終的には個人に戻るっていうような形で、子供たちは追求している。なるほど。やっぱり個に始まり、個に終わるっていうところの、その一人一人の成果をより良くするために、共同するんだということでしょうかね。
はい。なんか大人の仕事の仕方と本当に似てますよね。なんかこう学校の授業だと共同割り切で、まずどうやって共同するのっていうところがあると思うんですけど、やっぱり子に始まり子に終わるというところがいいのかななんていうふうに思いました。じゃあちょっと続き見てみますね。してみようかな。オッケー、ありがとう。うん、いいよ。オッケー、ありがとう。ちょっと全然進まなくなっちゃうんですけど、ここもちょっとこう、わかりにくいなって思うんですけど、このあたりって何をしてるシーンなんですかね。子供一人一人の画面ですよね、今ここね。何されてるんですかね、子供は。はい。子供たちは、仲間の作っているスライドを今参考にしようと思って、はい、そのリンクを今開いているような状況になっています。というのも、Google スプレッドシートに今回は、全員の振り返り、入力して仲間の振り返りを見れるようになっています。で、そこに、子供たちが作っているスライドのリンクを貼り付けておくことで、いつでも自分が見たいタイミングで仲間のスライドを見れるようになっています。多分この子はそういうふうに見たいなと思って見てるなというふうに思っています。そうですね。学習成果それぞれ作るわけだけども、お互いの学習成果が見やすくなるように、見やすいように、リンクを貼ってるし、このスプレッドシートの中で子供の同士の進捗を把握できるような、先生にとっても非常に重要ってことですよね。ちょっと見てみましょう。浜中さんは今どう？さっきのナムヤさんに遊びとか娯楽に話してました。あ、聞いたんだ。そうだから聞いて、大体教えてもらったんで、3つの視点で、なんでこれ娯楽を視点に入れた？だってさ、食事と家はなんかさ、思ってたじゃん。娯楽なかったらただ生きてるだけみたいな楽しいこととかなんかできるやりがいなるほどね。そうか。浜中さん結構自分ごとにして考えたりとかさ、自分の価値観大事にするから、そういう目線で度合いやったら面白そうだね。セガさん、内田さんと浜野さん関わってみた？ずっとやっとるメンバーだから聞いてみたらいいよ。絶対面白いと思う。特にさ、あれだよ、浜野さんはさ、中島さんが風邪とかも伝染病とかあったって言ってでしょ。浜野さんそれに着目しとったから聞いてみてもいいかもしれない。お、全然違くて。なんで？聞いてみた？聞いてみたら。これちょっと止めちゃいましたけど、もうちょっと前のこのあたりもずっとそうなんですけど、ここもこういうところもそうですし、ここもそうなんですし、その前もそうでしたけど、一人一人の子供に助言してるじゃないですか。これはどうやってその画面を見ればね、こういうことを助言しようとわかると思うんですけど、まずこの子に助言しようと思わなかったら近寄らないわけですけど、どんな風にそういう誰にどういう助言をしようと決めてるんでしょうか？前時までに、子供の成果物であったり、振り返りシートから、この子にはもうこのような見方、考え方必要だなとか、この子と関わったらさらに考えが深まりそうだなっていうのを、教師の方で把握して、で、その子たちに合った言葉かけをできるようにしています。これ本時の途中では
もう把握したりとかそういうことはせずに、もう前のその振り返りからだけでやるんですか？そうですね。なので、一人目の関わった動画はあると思うんですけど、その時に、今どうって、今何してるみたいなところから入ってると思うんですけど、その子の最新の状況は、ずっと、回ってるのでわからないんですけど、その時を把握しながら、以前の子供の実態と、その瞬時の、状態で、把握して言葉をかけています。なるほど、なるほど。これ、随分技術変わりますよね、教師の。ね、全体にこう指示したり、全体に発問したりっていうのと随分、ね、変わりますよね、話すことが。そうですね。その教科に関する内容の言葉かけと、その子自身の学び方の、スキルの習熟度に合わせて言葉を変えたりするので、すごく難しいところはありますね。ね、ちょっと進めてみましょう。浜野さんそれに着目しとったから聞いてみてもいいかもしれない。お、全然違くて。なんでこれ。聞いてみた。聞いてみたら。意見変わった？それで誰の意見聞いて変わった？なんで変わったの？最初なんかその澤田さんが澤田さんのやつ、これ自分の意見見せたら、条文のところもうちょっと低いんじゃないかって。なんで？まだなんか文面とか進んでなくて、その武器あんま使ってないみたいな。文明とか進んでないから武器使ってないんじゃないかなって。それで意見買って書いて。だからさ、渡辺さんさ、縄文時代はさ、その武器のいわゆる使用の目的が違ったって言ったよ。狩りとかに生きるために必要なのが縄文時代のその武器の使い方だから、弥生時代はいわゆる人を殺めたりとかするの。だから渡辺さんのさ、縄文時代の考え方も結構面白かったね。面白い。全然違うね。面白い。それは浜野さん？全然違うね。これ参考になりそう。なった。はい。では皆さん、はい。振り返り始めていきます。ちょっとここで一旦止めますけど、で、先生、ここでまた振り返り始まりましたけど、こう振り返りの時に、こう、ちょっとうまく出るかな、ビデオ。なんか先生、大きなディスプレイ、ちょっと見ましたよね。こんな感じで今見てますけど、これは何やってらっしゃるんですか？子供たちがそのスプレッドシートに、どんどん振り返りを入力していくので、教師は前でその、大きな画面で、一人一人の振り返りを把握しているような状況。そうですね。やっぱりこう、先生の把握欲というのは、この Google の仕組みの中にたくさんあるっていうことですね。先生、ここでちょっと振り返りこの後始まるんですけど、ちょっと後でまた伺いたいんですけど、ここでもまた一人一人ですよね。全体で抑えたりまとめたりしないと思うんですけど、そのあたり後でまたご解説いただくので、ちょっとまたビデオを見てみたいと思いますね。はい。振り返りするよ。自分がどんな風に考えを更新していったのか、どんな新しい発見があったのか、今考える渡辺さんの、そうか、じゃあまた更新根拠明らかになってったらいいね。鎌中さん、娯楽の視点で変わってきた。娯楽の視点面白いね。誰と関わったんだっけ？布村さんか。なんか恩田さんと
片岡さんと竹下さん結構議論白熱しとったけど、それぞれ納得できた？できた？できました？面白かった。面白かった。おお、いいね。もしよろしければチャットの方に今日いけてるって思ったやつとか、考えめっちゃ変わったよっていうやつとか送ってくれたらいいな。ちょっと今の書いてるところで、まとめてもらえたらと思います。はい。おい、すごいね。はい。では、終わりたいと思います。で、ここで終わっちゃうんですけど、今までのまとめというか、抑えって授業の最後とは随分やり方が違うと思うんですけど、どのあたりが違うって先生お感じですかね？まず、一人が発表してみんなが聞くようなスタイルではないです。というのも、一人一人の今日の学びどうだったのかっていう、その時間を大切にしたいなというふうに思っています。一人一人のアウトプットがやっぱりこう違うってことですよね。一人一人アウトプットが違うし、一人一人がアウトプットしていくようなまとめだっていうことですよね。こういうやり方をして先生手応えどうですかね？前のが良かったですかね？今のがいいですかね？確実に一人一人が自分が今日何をしたのか、学んだことを、言葉でアウトプットをしていくので、なんかメタ認知、自分の学びをメタ認知しながら次こうしていこうとか、こういうところを自分はなんか発見して面白かったなって、そのなんか子供たちの思いもたくさん現れるようになってきたかなと。先生としてもかなりこう手応えを感じるっていうところですかね。ちょっと今度一人の子供に着目したビデオをちょっと見ていただきたいというふうに思うんですが、ちょっとこれもまた途中で1回ぐらい止めてみたいと思いますけど、また続きの解説をいただければと思います。では早速始めていきましょう。はい、では始めていきましょう。どうぞ。一つ聞きたいことがある。西川さんによると、その調べたときに、その植物性由来の服があって、それは知ってたんですけど、それを作るのに最低でも1年半くらいはかかるっていうのを聞いて、ちょっと見直してみようかなってぐらい。ちょっと期間に注目してみて、期間からちょっと根拠をまた深めていこうとしてるの。はい、そうです。あんまり毎日同じ服着てる人っていないじゃん。いない。でもうちょっと上でもいいんじゃないかなと思ったんだよね。ちょっとそれも見直してみようかな。あってもいいんじゃないかなと思った。オッケー、ありがとう。見直してみよう。いいよ。オッケー、ありがとう。これ先生、S さんは何をされたんですかね？なかなかこれだけじゃわからないかもしれませんけど、はい。そうですね。今関わりに行った子は、服装っていう視点で同じような視点で追求しているお子さんなんですけど、この今声をかけに行った相手は、服装の中でも
なんか着心地度について調べて、なるほど、なるほど。はい。その人の追求について多分自分の中で、その子から聞きたいことを聞いているような。なるほど。なるほど。先生がまず、そう、子供一人一人のことを把握してるっていうところもまたすごかったですけど、やはりこれは先生が、その子のところに話に行けって言ったから話に行ってるんですかね。いや、自分もこの動画を見て知ったので、多分この子が自分で、なるほど。気を持って関わってるんだと思います。やっぱりこう主体的に自分でこう情報を収集しに行ってるっていう感じでしょうかね。はい、ありがとうございます。じゃあ続きのビデオを見てみたいと思います。はい、では皆さん、はい、振り返り始めていきます。あ、本当？やばい。ちょっと今の書いてるところで、まとめてもらえたらと思います。はい。では、終わりたいと思います。はい、っていう風に終わっていくんですけど、先生、今のこの振り返りのちょっと最後の部分ですね。ちょっとここをご解説、この最後の部分解説いただきたいんですけど、あとこの今305とか167とか出てますけど、こういう数字は何ですか？これ文字数ですね。なるほど。なぜ文字数をこういうふうにこう見えるようにしてるんですか？そうですね。振り返りの質もそうなんですけど、やっぱりより多くの、言葉で表していくっていうことを視覚的に見えやすくするために、文字数をこうやって見えるようにしてます。なるほど、なるほど。基本的なことですけど、ここの枠で1人ですかね？そうですね。じゃあ、1人当たり各子は300字とか400字とか書くってことがあるってことですかね？そうですね。これ昔だったら、原稿用紙1枚渡されたらそれだけで45分終わっちゃうって感じだったんですけど、結構300とか書くってことですかね？そうです。当たり前になってますね。はい。先生、この一人に着目したビデオを見て、どうですか、ご感想は。なかなか先生も一人で着目して見るってわけにはいかないと思うんですけど、本日は。はい。そうですね。今回取り上げた、この S さんに限って言えば、本日は、この子にとってはいろんな人と関わりながら、自分の考えをなんか深めていこうっていう思いだったと思うので、個別、個人と共同をこれ何度も繰り返しながら、自分の考えを、表現したり、仲間の考えを聞いたりしながら、自分の、歴史に対する捉え方みたいなのを更新しているのかなというふうに感じました。はい。なるほど。ありがとうございました。課題が個になってると、孤立化するんじゃないのかっていう懸念はあるんですけど、むしろ自分の課題をより良くするために一層共同が起こるっていう感じですかね。そうですね。自分の、どうぞ。はい。自分の考えにこうやってなんか納得できてきたときに、仲間に伝えたいっていう思いもこうやってくるので、そしてまた自分の考えに戻すっていうのが、より良い学びにまたつながってくる一つの要因になるのかなと思いました。なるほど。ありがとうございました。